キシコを拠点に3ヶ月間の南米旅がスタートしていく。この小さきオリーバーさんのバックパックで、さあ空港に到着しました。無事保安検査場を通過しました。でも航空券の予約を求められちゃいましたね。必要なんだね。ね。ボゴダに着きました。コロンビアのエルドラド空港です。機内食が出なかったからハングリーです。ドキドキする。空港はなんでこんなにいつもドキドキするんだろう。慣れない。はい、保安検査完了です。広大な空間が広がってた。子供の遊び場。バタバタのトランジットでした。さあ一瞬のコロンビアでしたが、次何時間ぐらいだフライト。9時半出発で着くのが5時50分。ワンちゃんがいます。猫ちゃんもいました。サンティアゴに到着しました。めっちゃ山が見える。気温もちょうどいいね。寒暖差すごそうだね。朝8度って言ってたし、昼間は30度近くあるから、SIM カードが200円で買えましたね。セントロフェルトっていう片道2000円で行けます。遠くにアンデス山脈の雪山が見えます。基本ずーっと綺麗な街だったね。スーペルメルカードに来ました。100円ぐらい。150円です。バナナはいらないかな。そのままで。こういうパンいっぱい入ってるね。ワインがいっぱい並んでおります。チリといえばワイン、ワインといえばチリ。すごい厳重な。Aquí. Gracias. Gracias. Tres ocho. Sí. Ok, gracias. マジでさ、言いたいことは超片言スペイン語で伝えられるとしてもさ、返しが1ミリも理解できない。これ寝室別なの？え？やば。めっさええやん。超絶ええな。ここ5泊したかったな。そりゃ人気だわ。さあ久々の街歩きですね。初の南米街歩き、サンティアゴからスタートです。すごい街並みというか、感覚的にはヨーロッパ、南米に来てる気があんましない。ちょっとただスペイン語が強すぎ問題がそれぐらい話す人が多いんだろうね。話せる人が多いかということで、3ヶ月間のメキシコでの生活がないよりかすごいマシだよね。米を知るっていう面でも、そうね、必要以上の不安感、恐怖感を抱かない。うわーすごい。これなんだろうジャスティカって書いてある。裁判所。ここですね、中心の広場は。ここら辺に国立歴史博物館とか郵便局とか
そういうコロニアル建築があります。これがサンティアゴ大聖堂教会。すごくない？ここはでもさ、お祈りしてる方もいるけど、どちらかというとすごい観光地化されたって感じだね。すごい。入場料かかるのかしら。Vienen de visita. Do you want to visit? See? Yeah. It's free. This one you start. Okay, thank you. Yeah. そこね、これ無料なの。国立博物館。チリが1800年代ぐらいに独立を果たしてるから結構想像以上に昔だった。もうちょっとお金取って補修した方がいいんじゃないちゃんと入場料を取りましょう。あ、バルバライソだ。世界遺産になってる街です。VIP カード購入しました。1550がカードだやったね。でチャージ額を選んでチャージして、多分平日と休日で値段が変わって、平日もなんかラッシュアワーとそうじゃない時間で変わってそうだった。本当に南米って初めてこう来てわかるけど、雰囲気がヨーロッパなんだね。でもさ、あれだね、野犬がいない。全然メキシコシティはめっちゃいっぱいいたけど、日本のサーモンはほとんどチリ産なんでしょ。あ、すごい魚の匂い。めっちゃ魚市じゃん。すんごい魚の香り。結構がっつり食べれる系だね。観光地価格って感じ。マジでスペイン語でしか話しかけられないサンクリストバルの丘まで歩いてます。カメラを首につけてたら注意された。世界一周始めて初の注意でした。撮るとき以外外した方がいいって感じだね。アンザはもともとそれぐらい危機意識を持ってたと思うけど、改めて気を引き締めて歩いていこうと思います。入り口にやってきました。歩きますか。うん、5850だったね、リフトは。ワンウェイが安くはないね。みんなでもさ、上がってきてる人さ、スポーティーな英語のありがたさに感謝する今日この頃だね。本当にイングリッシュって言われた時の、イングリッシュいけるんですか、行かせていただけるんですかっていうのが素晴らしい。45分間の登山です。すごいビルの数。ビルと山だね。上から見た図が想像できる。もういいんじゃないあとなんか居住ビルだよね。オフィスビルじゃないよね。すごいな、ここにカクタスが生えてるのにまた異世界感があって楽しい。こういうハイキング好きだね。ハイキングいいね、うん、健康的、健康的っていう満足感が得られる全てにおいて、食もでしょ。実際それがどう影響してるかは分かんないけど、それによって自分の幸福感が違うわけでしょ。それが結局免疫力につながる。そうだねあんずのなんか悪いご飯しか食べれなかった時のテンションの下がり方すごいもんね。ね、まあでもそれも良くないけどね。ある意味だってさ、そんな数日間さ、そのカップラーメン食べてたからって死ぬわけじゃないじゃん。そうね。そこに対してショックを受けられるっていうのはすごい大事なことじゃない。だから食もちゃんと自分の体をそれが作ってるって理解してるからショックを受けられるっていうことでしょ。見てみる。このモテコンウージョが1500っていうあれだね。モテが桃で
コンウィージョが小麦だな多分。コンでしょ、ウィズでしょ。でも桃って違揺らすのかうことはずらずに。すごっ。うわーうわー来たね。山やばいね。あっこっちよちりこっちかなすごいね。好み的には多分100人中100人そうだよ。そうかな、うん、こっちが好きな人もいるんじゃない？そう。こっちの山だって遠いし低いし。違うよこっちのビル群を見るのか。ああ、そういうこと。山を見るのか。あ、そういうことね。あっちの山を見てたわけじゃないのね。それはこっちの方が好き近いよわあ、すごい見晴らしすっごい見晴らし。開けてうん。涼しいね。帰りは一瞬でした。これからお家に帰ろうと思います。初の南米、初の街歩き楽しかったです。安全に帰りましょう。今日はこれから隣町に自分たちで申し込んだワインテイスティングツアーに行きます。乗れました。タッチするだけでした。今日はこちらの中央駅からチケットを買っていきます。こちらの EFE っていう鉄道で行きます。こちらの ETE カードをゲットしました。発行料に2000ペソかかってでチャージして使っていくって感じでした。1枚で2人乗れるっぽいです。車内全体を巻き込んだライブ会場みたいなやつだね。ヨーロッパとかでもあったけどあったけどね。なんかみんなそんな話してたじゃん、ここは乗れないイエーイおーついてわかるのどかさだね。マイポっていうエリアなんだよね、ここは。で、マイポがワインの産地なんだよね。ビニャサンタリタっていうワイナリーに今日は行きます。日本でも売られてるみたいだけど、やっぱチリのワインはリーズナブル。オラーロスディアわーすごいじゃん。ね、のどか。帰り方心配すぎ。どうやって帰るんだろう。まだ早いよね、まあでも綺麗。このミュージアムはフリーらしい。これさ、明らかに床がきしまない。なんだろうこれ。ハーバードさん家にありそう。ワインあんま関係ないんちゃうこれ。1万1000年から7000年前の人たちが使ってた石たち。ピクニック。本当いい場所。About the production processes of our wines. Where you guys come from? Do you know each other a little bit? Where you guys come from? New Jersey in the U.S. In the U.S., New Jersey, Me, Japan. Japan. Both of you? Both. Canada. Canada. United States. United States.
Netherlands. And wow. England. England. Okay. So we're going to start first with a little bit of the history of this place. This place used to work like an hacienda. It was like a little town, a little city, 18th century. This was a colonization period. We were colonized by Spain to produce different varieties of food that would be sold locally. So for that reason, we also had schools, hospitals, bakeries, and different services to the people that used to live here. And the red house that we're going to see back there was really important. It was the first building that we had in this land, and it belongs to a family called Paraquemada family. For the history of our country and for in the independence process, she helped in a specific battle, let's say, to a group of soldiers. They were 120 soldiers. Her name was Paula Paraquemada, and 120 is going to be now the name of our most famous and emblematic wine that you might know, because it is the most famous and the one that we export the most. Okay. In 1880, these lands were bought by a politician and businessman called Domingo Fernandez Concha, and he is going to start the production of wine. Before that, we didn't have wine. Okay, and so it's going to brought from Europe, specifically from France, different varieties of grapes. Now we're going to see some of them in this. If you follow me, please. You can see here the name of the varieties. We have Petit Syrah, Syrah. We can see also the place where they grow it. We have different several climates actually. We have 50 of the 51 climates that exist in the world. So that's allow us to have a great variety of different production of food, but especially with the grapes. We can produce almost every grape in the world. And in this case, we'll have really heat weather in summer, and in winter we'll have a really cold weather and rainy weather. So that will help the grapes to grow more sweet. We have the Andes, the hills, we have the Pacific Ocean, we have the desert in the north, and we have the Antarctica in south. So we really super well protect. We have to protect that because as we have a really good environment and really protected from outside, if some disease develops in our plants, it will be really difficult for us to fight against, to stop it. So we have to be really careful with it, okay? ワインのブドウの香り、アルコールの香り。This is our fermentation room. So we're going to start the harvest at the end of February, and we're going to continue until end of May approximately. But after that period of harvest, we're going to bring here the grapes that we harvest, and we're going to start with the process of fermentation. This is going to pass to our bottling machine, and we will prepare to be sold because white wines are usually sold as young wines, right? Now, in the case of the red grapes, we're going to put them in another machine that will smash everything. The seeds in the fields is going to give you that astringency, that sensation in our tongues when we drink that wine, which is really dry, right? And the color and the structure of the red wine. And we'll be filled, and we're going to fill these tanks with that, and it's going to spend from 2 to 3 weeks in these tanks at a temperature of 20 to 25 degrees. And the temperature that they're going to be at is going to depend on the wine makers. The wine to be less acid is going to spend less time probably, or at the contrary, if they want it with more acidity, it's going to spend more time. And it's going to depend on them. すごい。すごい。このタンクなんだ。あれと銀色のやつと同じ役割というかね。わあ、すげえ。Built in 1880 when we started
start with the production of wines, right? This is also called cellar wine or cellar calicanto. Calicanto is a material that it was really famous back in the colonization period because it was a really resistant but flexible material to build houses and this kind of buildings. Because, as you probably know, we usually have earthquakes in Chile. It's really common for us. This material has three main ingredients, which was sand, lemon and egg whites. That's the magic ingredient of this mixture. And this place was made with that, as well many buildings in Santiago, for example, in other parts. In Argentina, probably, you also find this kind of buildings. It was really, really famous. And as I was telling you, this was built 130 years ago, and is still in good condition. Here, they're all empty. Okay, we can open this one, and if you want to come here and smell it, it's still having the smell of wine, even when we haven't used them in 15 years. No. 2、3回しか使えないんだね、樽は。今は使われてない昔の貯蔵庫。あと窓もね、木の香りが大事なんだね。 How many bottles do you think that we could produce in 1 hour? This works Mondays to Tuesdays. 24 hours. Oh my God. How many do you want? 1 hour? 1,000? It's more. More? 12,000. There now. 12? Can produce 100,000 と言おうと思ってた。 And almost the 70-80% of our production is for local. We export just 30% approximately of the wines that we produce in here. ここはワインを出荷するためのプロセスだね。 100% オートマティカリで2人しか必要なくて、その2人も何かエラーが起こった時にチェックするようです。 3 wines, 1 white, 2 red wines. 3種類だって。 But we can see, if you observe really well, we can see a little bit of green of it. And that's the main characteristic of Sauvignon Blanc. Okay, the next one is going to move in this way our glasses because we need to let the oxygen get into the wine, into the glass in this case. Because when we open a bottle, the alcohol, the smell and the taste of alcohol is too strong. We need to give it time to breathe and to let those aromas and those tastes, those flavors go out, okay? Okay? And now we're going to smell and try to identify different smells, aromas on our noses. It's going to depend on your own perspective, on your own experiences. What do you identify in this wine? There's no correct or wrong answers, okay? So, if we smell, I'll tell you this smells like pineapple. Exactly. Exactly, right? It's the first and the most common recognized smell. Which one was your favorite? Yeah. Middle one. Yeah. Carmenillo. Yeah. Carmane. Carmenere is in Spanish. うん。 Carmenillo. ハマっちゃいそうマジで。ね。 And this is one of the wines. This is the most important wine in our winery. It's our icon wine. This is Casa Real Cabernet Sauvignon from 1989. And this won an important award in a British magazine called The Cantor. And was recognized as the best Cabernet Sauvignon from that year. So in this position, we also can see the curves constantly. We can see they're all clean, they're all in good condition, and that means that the wine is in good condition too, that we can drink it. Careful there. Too much wine. No more coffee. Okay. Now enjoy your afternoon. Thank you. Thank you very much. You're welcome. You go.
You'll see Suzanne and I sitting in the 楽しかったツアー。超満足なんだけど。さっき飲んだやつ？ハーバードさんたちにお土産を買います。どうでした？めっちゃ良かったね。めっちゃ楽しかっ。楽したかったね。すごい勉強になったね。なんかさ、興味を持ち始めたばっかりだからより楽楽しい、しいね。帰ります。セントラルステーションに戻ってきました。今からスーパーでお買い物をしてお家に帰ります。ちょっとワインテイスティングで触発されたのでワインをなんか買ってお家で飲もうと思います。ではサルワイン美味しいかもね。いい部屋でした。最高でした。賑わっております。これ置いたんだよ、ここ。すごい綺麗。おもてなしがすごいね。メキシコでも食べたエンパナダです。ケソとピナピノピナじゃなかった？ピノ美味しい？うんしょっぱい系？うん嬉しい。それは好きだわ。今日はサンティアゴ最終日でございます。午前中はお家でゆっくりしたね。なんだかんだ毎日移動続きだったから。明日もエルカラファテに向けて出発するので、最後にチリ料理を堪能しようと思います。こちらがピスコサワーです。ワインみたいだね、なんかワインの感じもあるけど、パステルでコンチェみたいな、コクチェみたいな。おいしい。こちらがカステラ、カルテス、カステル。お肉とコーンとかぼちゃとじゃがいも。これも美味しい。ピスコサワーはサワーだけどワインだよね。結構パンチがワイン嫌いな人でもああ飲める。めちゃくちゃ甘い白ワインみたいな感じな気がする。650でソフトクリーム。お、美味しそう。でかくない？でかい。ボリューミーね。インドのやつがこんぐらいだったもんね。エジプトだ。美味しい。